もし SNS であなたを眺めている誰かが自分のものにしたいと病的な妄想を膨らませていたら、2024年6月17日、中国浙江省五江区。人気のない山中に一人の女性の悲鳴が響き渡りました。山菜採りに訪れていたその女性が見つけたのは、スーツケースに入れられたバラバラの遺体。その遺体はフォロワー16万人を誇るコスプレイヤー霧島愛のものでした。逮捕されたのは愛と同棲していた李という男。彼はその動機を次のように語りました。別れ話をされて彼女が離れていってしまうのが怖かったんです。供述通りだとすれば、事件は感情の行き違いの結果起こってしまった悲劇にも思えます。しかしこの李という男の正体を知ると、単なる恋人同士の喧嘩の延長ではない闇深さを感じざるを得ないんです。実のところ李は愛の恋人になるため有名人になりすましていたんです。恋人を自分だけのものにするためバラバラにしてしまった男。なぜ男はそこまで暴走してしまったのか。女性をそばで支えるために近づいたその男の思いはいつしか独占欲へと変わっていったのです。おさすけちゃんです。いや、みやみこんです。いや、私最近見てるドラマあります。なんだと思う？当てていい？いいよ。キャスター。違う。なんで私が神説教ってや、広瀬アリスちゃんがやってるやつ。学園ものなんだけどね、ちょっとネタバレになっちゃうんだけど、ツイッターで匿名で人気を博したアカウントをやってた人が教師になったらどんな説教をするのかみたいなのを楽しめる話なの。特徴的なのが説教するときに絶対カンペを準備しておいて、説教する相手にバレないようにカンペを置いて説教するの。追廃はさ、すごい文章で練りに練って投稿するわけじゃない。それを物理的にやっちゃうの。そうそう、めちゃくちゃ練りに練って一晩かけて考えて次の日めちゃくちゃ刺さる説教するみたいな、ツイートを作ってから説教してるってことね。そう確かにその説教が結構刺さることが多くって、ちょっとね、はって気づかされるような言葉を広瀬アリスちゃんが怒鳴ってくれるから、ぜひね、見てみてほしい。見る。今回ご紹介するのは上海で起きた有名コスプレイヤーの殺人事件について。彼女はある男の強すぎる恋愛感情によって悲劇の結末を迎えてしまったのです。それは何？束縛がひどすぎてとかそういう話かしら？好きな気持ちがあってそこから殺すに転じるっていうのがもう本当に理解できないんだけど。本当そうなんですよね。しかもこの犯人、姑息な手段で証拠隠滅まで図っていて、本当にね、そこに愛はあったのかっていう疑問を持たざるを得ないんです。ある日、変わり果てた姿で発見された美人コスプレイヤー。犯人の男は本当に彼女の恋人だったのか、違和感を感じずにはいられないような人だったんです。山中に眠る美女。2024年6月17日、中国浙江省五江区郊外の山に山菜採りに来ていた高齢女性は、ある一点を見つめ、物珍しそうに声を上げました。あら、新しそうなのに。女性が見ていた草むらの陰にはスーツケースが一つ。山中の景色に似つかわしくないそのスーツケースに興味を惹かれ、彼女は何気なくそこへ歩み寄りました。そしてスーツケースを開いた女性は思わずその場で腰を抜かしてしまいます。その中から姿を現したのは、手足を切断された女性の遺体だったんです。女性はすぐさま警察へ通報。捜査の結果、その遺体は1ヶ月ほど前に遺棄されたものだと分かりました。警察は山の周辺の防犯カメラを調査し、スーツケースを遺棄しに来た人物を特定。遺体の発見から2日後の6月19日、現場の山から遠く離れた上海で35歳の男李を逮捕するんです。取り調べを受ける彼の表情は暗く沈んでいました。そして警察に問われた李は観念したようにこう言ったんです。スーツケースの遺体は僕の恋人のものです。問題は李の恋人が何者かということ。実は彼の恋人は SNS で16万人のフォロワーを持つコスプレイヤー霧島愛だったんです。すごい可愛らしい方で、ファンの人はめちゃくちゃ辛かったでしょうね、これは。自分がね、推してる有名人とか含めて、こんなことが起きたらもうショッキングすぎますよね。犯人の李もまたファンの間ではよく知られている人物だったんです。アニメやゲームのキャラクターのコスプレをしていた愛は、その美貌と明るい性格で多くのファンから愛されていた女性。その恋人である李もまたファンの間ではおなじみでした。李は愛の SNS にたびたび手元だけで登場しており、中国語で3番目のお兄ちゃんを意味する3号の愛称で親しまれていたのです。整った顔立ちに抜群のスタイルを持つ愛とメガネをかけたふくよかな体型の李は美女と野獣とも呼べるカップル。それでいて仲睦まじい2人に好感を覚える人も多く、突如として起こったその事件にファンは衝撃を隠しきれずにいたんです。ファンからお兄ちゃんとかってさ、愛称で呼ばれてたってことはそれだけ愛されてたってことじゃない、そんな人が殺人を犯すなんてどうしてよ。恋人なんで当然ね、最初は仲が良かったはずなんです。一体2人の関係っていうのはどこからこじれてしまったんでしょうか。美女と野獣の秘密。
恋人に殺され山の中に遺棄された美人コスプレイヤー桐島愛。彼女の恋人であるリは愛より10歳年上で体重150キロの教官。それでいて離婚歴があり仕事もしていない男でした。そして実は意外にも愛にとってリはやっとの思いで手に入れた理想の彼氏だったんです。人気コスプレイヤーだった愛にはリの以前にも活動を支えてくれるカメラマン兼パートナーが2人いました。その中でも最初のカメラマンは彼女が現在の地位を手にするために欠かせない相手だったんです。当時の愛は駆け出しの無名コスプレイヤー。好きでコスプレを始めたものの収入はままならず、衣装や撮影代がかさむその活動を続けていくのは想像以上の茨の道でした。そんな愛の下積み時代を支えたのがフォロワー60万人を誇る実力と人気を兼ね備えた最初のカメラマン。愛の恋人となった彼は撮影や編集を無償で担当し、そのサポートもあって愛は活動の幅を広げることができたんです。しかしそうやって少しずつ知名度を得られるようになった矢先、彼女はとあるスキャンダルを起こしてしまいます。その出来事は界隈では愛犬噛みつき事件と呼ばれていました。その名の通り愛の飼い犬が友人に噛みつき怪我をさせてしまったんです。この時愛は大きく対応を間違えてしまいました。彼女が勝手に犬を撫でて噛まれたの、私何も悪くないわ。実際は愛が友人に犬を撫でるように勧めたと言いますが、彼女はそう言って一切謝罪しませんでした。事態はこの後裁判にまで発展し、愛にとって大きなイメージダウンに。さらに彼女にとっての悲劇はまだまだ続きます。この頃ずっとそばで愛を支えていたカメラマンの彼氏が次のように切り出したんです。別れよう、君とはもう付き合えない。彼がそう言い出したことには愛犬噛みつき事件とはまた別の理由が。恋人は愛を睨みつけるようにしてこう言います。君さ、ファンに下着売ってるよね。想像以上にお金がかかるコスプレイヤーとしての活動。その活動を続けていくため、なんと愛は自身の際どい写真や下着をファンに売っていたんです。愛犬噛みつき事件と下着販売の件もあり、それまで築き上げてきた愛の人気は一気に低迷。誰にも見向きもされない辛い時期がしばらく続いたんです。とはいえ、一度炎上してしまったとしても、才能のある彼女が地道に活動を続けていれば、人気は徐々に回復していくもの。そうやって活動を続ける中で付き合い始めたのが、ファンの間で3番目のお兄ちゃんと呼ばれるリでした。彼は愛の3人目のカメラマンだったため、その愛称で呼ばれていたんです。炎上とかの辛い時期を経て付き合い始めた彼氏ってことは、なんかそういう弱ってる時につけ込んでとかってこと？いや、リが愛と付き合えたことにはもっと闇深い事情が隠されていたんです。愛は SNS での配信も精力的に行っており、その最中にもカメラを持つ恋人リの手元が時折映り込むことが。愛より10歳年上で仕事もしておらず、体重は150キロ。リはこれまでの恋人とは全く違うタイプでしたが、愛が彼に惹かれたことにもちゃんと理由がありました。それは彼が e スポーツの超人気プレイヤー 3G ダオであるということ。彼は私より男性ファンが多いの。こんなにすごい人と付き合えて幸せだわ。ファンの前でもことあるごとにリのことをそう自慢していた愛。彼女は自身の才能を生かして活躍するリを深く尊敬していたんです。彼のその経歴が真っ赤な嘘とは知らずに。そう、リは他人の身分証を利用し、別人のふりをして愛に近づいていました。本物の 3G ダオは顔を出さずに活動しているため、彼女はその嘘を見破ることができなかったんです。最悪じゃない？こんなの詐欺よ。愛がね、リに憧れたね、自分よりもすごい人っていうその感情が全部ね、踏みにじられたわけなんで、もう目も当てられないですよね、これ。実は心理学の観点からも、リの行動は愛と親密になるためには理にかなっているやり方ではあったんです。というわけで本日のメトラキーワード、類似性の法則について。類似性の法則とは、人間は価値観が似ているほど親密になりやすいとする心理学の概念。1961年にアメリカの心理学者セオドア・ニューカムが行った実験を元にしたものです。当時彼は大学寮に入居した17人の学生を対象にどのように人間関係を形成するかを追跡調査すると、最初の1週間では学生たちは部屋が近い相手を友人に選びました。しかし14週間後には部屋の距離は関係がなくなり、どの学生も趣味や価値観が似ている相手との関係性が深まっていたといいます。人間が趣味や価値観が似ている相手と親密になりやすい理由は、自分の考えの正しさを確認できる安心感、相手への理解が容易なこと、相手との一体感を感じやすいことにあります。e スポーツ業界で地位を得ていた 3G ダオに愛が惹かれたのは、同じく人気商売をしている自分を理解してもらえると感じての部分があったのかもしれません。騙されていることも知らずリと付き合い始めた愛。しかしいくら身分を繕って愛と接近したとしても、言ってることとね、やってることの差っていうか、繕ってるボロっていうのはやっぱ出てきちゃうんです。君は僕だけのもの。
無職のリは家事をしたり愛の活動をサポートしたり献身的に彼女を支えようとしました。交際したての頃はそれで関係性もうまくいっていたのですが、時間が経つにつれ愛はリの振る舞いに違和感を感じ始めます。これってただの紐じゃん。そもそも身分を偽っているリのこと、彼に本物のサンジーダオのようなカリスマ性がないことにも愛は薄々気づき始めていたのかもしれません。彼女のリへの態度は徐々に冷たくなっていき、二人の間に亀裂が生じ始めるんです。そして当のリは愛をどうにかつなぎ止めようと必死になっていました。別れるなんて言うなら俺は死ぬからな、そうわめき立てては何度となく行為を繰り返すリ。その行動は逆効果で彼に嫌悪感を募らせた愛は次第に彼に暴力を振るうように。もうやめて。何が何でも自分にすがりつこうとするリを思い切り平手打ちする愛。二人の関係はもはや修復不可能な状態となり、ついにその日が訪れてしまったんです。2024年5月中旬、二人が暮らす部屋にはその日も愛のけたたましい叫び声が響いていた。もう最悪、本当に別れたい。目の前にいる働きもしない男を見るたびにイライラがこみ上げ、少し仕草や言動が気に入らないだけでも手が出てしまう。もはや一緒にいる意味もわからないほど二人の間に流れる空気は最悪だった。それでもリが愛の別れたいという言葉を受け入れることは絶対になかった。そもそもなぜ彼は身分を偽ってまで愛に近づこうと思ったのか。そこには行き過ぎたファンの心理が。僕は愛をずっと応援してきたんだ。他の男のものになるなんて絶対に嫌だ。ずっと応援してきたコスプレイヤーがみるみる人気者になっていき、遠い存在になってしまう。最初は多くのファンが抱くのと同じ、そんな寂しさからの行動だったのかもしれない。しかしリの愛に対するそれはいつしか病的な独占欲へと変わっていった。そしてもう近寄らないで。愛が放った拒絶の一言に彼は理性を失った。リは愛の首に手をかけ、その手に渾身の力を込めた。これで君はずっと僕のものだ。勢い余って愛を殺害してしまったリはその後すぐに我に返りました。まずいことになったぞ。リの頭にはもはや自己保身しかなく、あれだけ愛していたはずの愛の体を迷うことなく切断。スーツケースに詰め込み、人目につかない山奥に遺棄したんです。ちょっといろいろ歪みすぎも、こんなにロックオンされちゃったらもう逃げようないじゃない。リもね、愛と自分がね釣り合っていないっていう風には自分自身で思ってたみたいなんです。人を好きになってもらうのにね、嘘ついて積み上げてもね、何にも実は積み上がってなくて、結局好きになってもらうように自分を磨き続けるっていうことがね、大事なんじゃないかなと思います。事件が発覚したのは愛が殺害されてから1ヶ月後。実はその間にも世間では霧島愛に何かあったのではないかという噂が出回っていました。きっかけは彼女の SNS。 人気コスプレイヤーだった愛は毎日のように SNS 投稿をしていたため、リは彼女が生きているように見せかける偽装工作としてなりすましの投稿を続けていました。今年は山桃を食べ損ねちゃった。来年まで待つしかないな。一見して特に変わったところはないように思えるその投稿文。しかしその文章は見る人が見れば愛が打ったものではないとすぐにわかるものだったんです。ねえ、これ本当に愛の SNS の文章を見てそうつぶやいた友人は、彼女と直接連絡を取った時のメッセージの内容もおかしいと感じていました。まだ予約しないで、ちょっと色々あって。その違和感の正体は送られてくるそのメッセージの文末に句点が打たれていること。実は愛は友人とのメッセージや SNS 投稿で文章を打つ際、句点を打たない癖がありました。それがリがなりすましをしだしてからは全ての文章に句点が使われるように。長年の友人や彼女の投稿を見慣れている一部のファンにとってその変化は見逃せない違和感となっていたんです。句点とかってなんかあんまり SNS 見てるとつけない文章が多い気がするわね。そういう人もいるよね。しかもやっぱその文章ってこの人の文章だなって滲み出ちゃうよね、良くも悪くも。それが今回ファンの中では違和感として感じちゃったのかもしれないです。2024年6月、愛の遺体が発見され間もなく逮捕されたリ。その逮捕劇はファンの間で出回り始めていた噂の点と点を結びつける結果となりました。2025年4月現在、リはまだ公判を待つ身。今後彼にどのような判決が下されるのか世間の注目が集まっているんです。推しのコスプレイヤーを自分のものにしたい一心で身分を偽ってでも愛に近づいたリ。しかしその行動は逆に彼女に不信感を抱かせ、結果として間違いが起こってしまいました。あなたはリが愛に対して感じていたように大切な人が遠くに行ってしまう寂しさを感じたことはありますか？